皆さんおはようございます。オーストリア一筆書きの旅3日目のスタートです。今日はリンツというオーストリア中北部にある町からの続きですね。今中心街の方にいるということで、まずは中央駅の方に移動していきましょう。路面電車に乗って中央駅までやってきました。さすがにオーストリア第3の都市の中心駅だけあっていっぱいホームがある巨大駅ですね。ただ今日は土曜日ということで朝の7時過ぎなんですが、人の姿もまばらで閑散としてる感じがします。おっと、ちょうど近郊列車が発車しましたね。本日最初の列車ですが、こちら8時4分発のインターレギオ809便グラーツ中央駅行きですね。入線シーンは残念ながら撮れませんでしたが、やってきたということで早速乗っていきましょう。乗ったこちらの車両は近郊型用の4746型をインターレギオ向けに内装を変更したタイプですね。なのでこんな感じで一等車としての座席区画も存在します。ただ席は12席しかないので、以前の客車時代と比べると割と渋い設定ではありますが、リンツ中央駅を出発しました。このリンツ中央駅も4方向に路線が分かれる駅となっていまして、昨日はそのうちの西からやってきましたが、今日はここから南へと進んでいきます。ちなみにここから東へ進むとウィーンの方に行くことができて、もちろんウィーンにも後で必ず行くことにはなるんですが、直接向かうよりも南へ大きく迂回することで圧倒的に距離を伸ばせるルートがありますので、今回はそちらで移動していきますよ。あと4方向のうち残りの北方向はチェコへとつながる路線となっていまして、国境で行き止まりになってしまうため、今回は選択肢から外れますね。駅を出てしばらくすると乗務員の方から車内サービスの案内パンフレットをいただきました。今乗っているインターレギオは車両こそ近郊型っぽいですが、種別としては長距離列車の扱いなので、そのため車内でもお菓子や軽食、ドリンクなどのサービスが提供されているようです。このインターレギオ仕様の編成は3両で1編成なのですが、真ん中の車両にスナックゾーンと呼ばれる専用のコーナーがあり、そこにサービス担当の方が常駐しているとのこと。この列車が走っているのはピュールン線といいまして、オーストリア第3の都市リンツから南のアルプスを横断するエンスタール線へと結ぶ路線です。この規格で距離を伸ばすのに重要なオーストリア中部にある3本の長い山越え路線のうち真ん中に位置するのがここですね。この路線の終点エンスタール線との合流地点はゼルツタールという駅なのですが、実はそのゼルツタール駅、昨日朝出発して最初に乗り換えたシュタイナッハ・イルドニング駅から路線距離的に18キロしか離れていないんですよね。なので昨日から今日にかけて500キロ以上の距離を費やして18キロ先の地点まで行くというなかなかの遠回りになってます。リンツから40分ほどのところでキルヒドルフ・アンデア・クレムス駅に到着しました。ここまではリンツの近郊エリアということで各駅停車 S バーンもありましたが、ここから先は快速レギオナルエクスプレスとこのインターレギオのみが走る区間となります。ちなみにこのピョールン線内は快速とインターレギオが1時間ごとに交互で運行されているのですが、実はこのインターレギオ、この線内では快速と停車駅が全く同じという長距離列車ではありつつ、実質快速みたいなものなんですよね。クラウス駅というところに着きまして、ここでは反対方向のリンツ行きインターレギオ便と行き違いするみたいですね。リンツを出発して1時間半くらいが経ちました。もう少ししたら長いトンネルに入るんですが、そこがこの路線での山越えみたいなところですかね。一応今までも険しい山の谷間だったのですが、
そのトンネルで結構大きな山を越えるらしく、州もその山を境に変わるので、ここは山越えと言ってもいいでしょう。ということで、こちらがその山越えのトンネル、ボスリュックトンネルです。お、抜けましたね。そこまで長くなく、5キロも行かないくらいなので、3分くらいで通過しましたよ。トンネルを越えて最初の停車駅、アルドニング駅を発車。この次がゼルツタール駅というところですが、今回はそこで降ります。ゼルツタール駅に到着です。リンツ中央駅からここゼルツタール駅までは約1時間40分、距離は約 104.2 キロになりまして、ここまでの総合距離は 938.5 キロとなっています。さて、ゼルツタール駅に着いたわけですが、ここからはいよいよこの旅で一番の問題児と言ってもいい区間に突入します。というのも、これから進む予定の路線、オーストリア連邦鉄道で一番の秘境路線でして、なんと基本土日祝以外は列車が1本も設定されていません。さらに運行日であっても最大3往復までしかないという、間違いなくこの乗り継ぎで一番やばい区間と言っても過言ではないですね。一応金曜日のみ長距離列車が1往復あるのですが、先にある乗り換えの駅を通過してしまうという、この企画的にまず乗れない列車だったので、平日は実質ないみたいなものでした。今日は土曜日というわけで乗れるんですが、実はここに合わせるため、スタートの曜日も木曜日に固定されていたというわけです。一応明日でも乗れるんですが、昨日乗った路線に平日じゃないと本数が少なくなるところが何箇所かあったので、そのあたりを平日のうちに通過しておきたかったというのもあります。問題の列車ですが、この上から6番目。10時40分発のウィーン西駅行きの普通、レギオナルツーク58系統がそれですね。この系統が土日祝に1日3往復しか設定されていない秘境路線の列車になります。ちなみにそれが今日のここ始発です。乗り継ぎ時間的に40分ほど待ちまして、お待ちかね、ようやく来ましたね。あちらはウィーン西駅を7時前に出て3時間半ほどかけてここまでやってきたこっち向きの書便になります。この路線はウィーンエリアが担当らしく、すべてウィーンからの折り返し便がここ発になるみたいですよ。ちなみになんですが、ここからウィーンまでは約264キロありまして、実は今から乗る列車、あとやってきた列車もですが、オーストリアで一番長い距離を走る近郊列車となってます。ということで、こちらがこれから乗る秘境路線、レギオナルツーク58系統の列車です。車両はウィーンエリア所属の4744型電車。今まで似たような車両にいっぱい乗ってきましたが、その3両タイプかつ乗降ドアが少ないタイプの形式ですね。それでは乗っていきます。この車両の車内はこんな感じ。座席はクロスシートですが、向きは固定されています。どちらの向きの座席も存在するので、進行方向向きに座りたい方は、合う座席を車内で探してみるのがいいかもです。出発しました。この企画最大の問題箇所は、これでなんとか通り抜けできそうです。車内の様子ですが、まあガラガラですね。この便ですが、実は沿線の国立公園向けのレジャー用に設定されているということから土日祝限定でして、今は真冬ですし、ウィンタースポーツというよりかはハイキングとかキャンプ向けなので、寒い時期の需要はあまりなさそうな気がします。12分ほどでゼルツタール駅の次、ハドモント駅に着きました。ここまでは平日の朝に1往復だけ列車があるみたいで、実は昨日、シュタイナッハ・イルドニング駅からアットナングプッフハイム駅まで乗った列車が、そのたった1便あるここ始発のやつだったりします。それでは出発しまして、ここからが秘境区間の始まりです。
そしてこれから通り抜けるのはゲゾイゼ国立公園というオーストリアでもかなりダイナミックな自然エリアが広がる国立公園だそうです。鉄道としてもなかなかすごい景観で、一部の区間では川沿いに切り立った崖の間を走り抜けるところもありますよ。しばらくは山の間でも開けたところを走っていたんですが、向こうを見るに谷間が狭くなってきましたね。グシュタッターボーデン駅に着きました。長いので省略しちゃいましたが、国立公園内にあるということで、駅名にも国立公園とついてますね。この辺りですが、国立公園内だからか、沿線は道路と鉄道以外の人工物はほとんどなさそう。ここすごいですね。横にある道路の向こうがすぐ崖になってて、めちゃめちゃダイナミックです。ヒーフラウというところに着きました。国立公園からは出たみたいですが、ここも平日には列車がない区間にある駅ですね。バイセンバッハ・ザンクトガレンというところまで来まして、秘境区間はここで終わり。ここから次の駅までは数時間に1本列車がある区間になります。1時間20分ほど秘境路線を楽しんで途中駅に着いたところですが、今回はここで降ります。ここはクラインライフリング駅というところで、今乗ってきた秘境路線の途中駅なんですが、この先で枝分かれする路線に直通する列車がここから出るということで、ここで乗り換えていきます。今出て行ったのはゼルツタール駅行きの普通列車で、1日3往復しかないうちの2便目の列車ですね。そして奥に止まってるのが乗ってきた列車で、このホームのが今から乗る列車です。それでは乗っていきましょう。乗ったのはいいんですが、発車まで10分以上ありますので、ここでお昼タイム。ここまでの乗り換え駅にお店が何もないことは知っていたので、今朝リンツ中央駅で買っておきました。もちろんいつものようにパンなんですが、今回はちょっと趣向を変えてクロワッサンのサンドイッチに。それではいただきます。クロワッサンのバターの風味と挟んであるチーズやハムとかの具材がマッチしてて美味しいですね。お昼ご飯を食べ終わったところでしばらくして発車。実はこの列車 R1 系統のリンツ中央駅行き普通列車ということで、今朝の出発地に戻る形で運行される便となります。もちろんリンツまでは行ったらダメなので途中で乗り換えますけどね。3分ほどで次の駅カステンライス駅に到着。ここから路線が分岐しており、向こうはそのまま北上して東西幹線に出ていくのに対して、こっちは西に向かいつつ同じく東西幹線ですが別の駅まで向かうルートとなっています。最終的には同じ幹線に出るわけですが、こっちの路線経由だとぐるっと回って遠回りになる感じで移動できるので、遠回りした分60キロ以上距離を稼ぐことができるというわけです。リンツの近郊区間とはいっても駅前の集落は小規模なものばかりなので、さすがにこの辺りは利用客も少なそうですね。運行本数も基本2時間に1本ある程度で、平日の朝と夕方だけ通勤通学用にそれぞれ間に1本追加されて、そこだけ1時間間隔になるって感じでしょうか。1時間ほど乗りまして、シュタイヤ駅というところまで来ました。
この辺りからは人口も多くなってくるリンツの近郊エリアということで S バーンや快速列車なども増えてくる区間に突入ですね。この列車も始発時点ではレギオナルツーク1系統の便だったのですが、近郊エリアに入ると S バーンに代わり S1 系統として引き続き運転されます。始発駅から約1時間20分、次の乗り換え駅に到着しました。やってきたのはザンクト・ファーレンティン駅。乗ってきたルドルフ線とオーストリアの大動脈である東西幹線ウエストバーンとの合流地点ですね。次に乗ります列車はこちら。ウィーン空港駅行きのインターシティ645便です。こちらの列車で一気にウィーンへとはなりませんが、向き的にはウィーン方向の東へと移動していきます。やってきました。東西幹線のインターシティ便ということで、昨日乗った列車と同じドイツ鉄道塗装のダブルデッカー電車での運転ですね。残念ながら結構混んでて窓側の空席がありませんでしたので、中段部分、車両間の移動通路があるところですね。その横のところに補助椅子があるので、今回はそこへ座ることにしました。それでは出発。ザンクト・ファーレンティン駅では後続の通過待ちをしてからの発車でしたね。実はここ、今見られたように私鉄系の長距離列車が国鉄系の長距離列車を追い抜いていく、ちょっと珍しいダイヤが組まれている駅になってます。さて、ここから先、今まで乗ってきた路線とはちょっと違う特殊な区間になっていまして、この先ウィーンまでは昔からある従来の路線と2010年代に新しく建設された高速で走れる路線が同じ路線として並行している区間になっています。実距離だけで言えば従来の路線の方が少しだけ長いんですが、調べたところ全体の距離としては両者は統合されていまして、現在は短い方の高速路線が採用されていました。その代わりにちょっと長い従来の路線にはマイナスの距離差分地点がいくつも存在するというちょっと特殊な設定というわけです。公式な路線距離だけで言えば同じなので、今回は高速線で行くことにしました。発車して20分くらいの地点で従来の路線の方に線路が合流してきましたね。あちらの路線がゼルツタールから乗った秘境路線を通り抜ける列車にそのまま乗り続けると通るところになります。あそこからここへ入ってしまうと距離が短くなるということで、わざわざ遠回りしてきたわけですね。路線が合流したところのすぐ先にある主要駅がアムシュテッテン駅になります。ここはペヒラルーン駅ですね。今通過しているここはすごい特徴がありまして、オーストリアで唯一柵もないホームを列車が200キロで通過するというなかなかやばい駅になっています。前に興味本位で行ってみたんですけど、柵もないすぐ横を爆速で列車が通過するのはなかなかの迫力で面白いんですが、風もすごいので結構怖かったですね。さらに進むと複雑なジャンクションが現れましたが、ここは従来の路線とこの高速線の合流地点かつ、この先の主要駅を迂回する貨物線との分岐地点ですね。こっちからも貨物線に入れますし、向こうは貨物線とこっちの旅客線に分かれるということで、ヨーロッパらしいなかなか大規模な線路配置をしています。それでは乗り換え駅に着きましたので、ここで降ります。やってきましたのはザンクトペルテン中央駅。ここから先は従来の路線と高速線が全く別のところを走る区間になっていまして、あと高速線の方に途中後で通る分岐駅があるので、ここからは従来の路線を通る列車に乗り換えていきます。それでは出発です。乗りましたこちらの列車は快速であるレギオナルエクスプレス51系統のウィーン西駅行き。
こちらでウィーン・ヒュッテルドルフという途中の駅まで乗っていきます。ということで3日目にしてここでオーストリアの首都ウィーンエリアに突入ですね。今までも結構複雑な経路を通ってきましたが、ウィーンの近郊エリアはそれ以上にややこしいルートになっているので、ここからが中盤の山場といった感じになりそうです。駅を出て3分ほど走ったこの地点で高速線とはお別れして、従来からある路線に進んでいきます。次に向こうと合流するのはウィーンの市街地に入った後ですね。で、ちょっとしたトンネルを抜けると、ここでザンクトペルテンの街を迂回していた貨物船と合流します。こっちの路線は今でこそ近郊列車と貨物列車しか走らない経路なんですが、かつての長距離列車が多く走っていた時の名残で、こういった感じで駅に通過用の設備が残ったままになってます。一応駅のリニューアル工事でなくなったところもあるんですが、未だに結構な数の駅で残っていたりして、優等列車も多かったかつての幹線の風格を感じることができますね。広大な平野を横に見ながら進んでいきましたが、しばらくするとちょっとした山間に突入です。ここはアルプス山脈が北に少し伸びているところの端っこあたりだそうで、位置的にウィーンの西側にあるのでウィーンの森と呼ばれるんだとか。まあ実際は名前と違ってこの辺りウィーン市内ではないんですけどね。ということでウィーン・ヒュッテルドルフ駅に到着。さてヒュッテルドルフ駅に着いたところですが、本日の移動はここまでになります。昨日と違って列車自体は終電まであるんですが、進んでしまうとウィーンにとってあるホテルに行けなくなるので、続きは明日ですね。ここで本日のまとめをしましょうか。本日は朝リンツ中央駅を出てゼルツタールを経由しつつ東西幹線でここまでやってきたわけですが、乗った列車は5本、移動距離は約 398.3 キロ。ということで、図らずしも本日も約400キロの移動になりました。スタート地点からここまでの合計距離は 1232.6 キロになりまして、1000キロの大台を超えつつ230キロ近くもさらに乗れましたね。それでは最後にホテルまで行って終わりにしましょうか。今日はウィーン中央駅の駅前にホテルを取っていまして、ヒュッテルドルフからはちょっと遠かったりします。ヒュッテルドルフからもウィーン中央駅に直接迎える普通列車があるにはあるのですが、ルール上 OK にはしてますけど、それは自分的にちょっと乗りたくないなぁと思いまして、今回は地下鉄で向かうことにしましたよ。別に治安が悪いからとかではないんですが、せっかくならそこもこだわってみようかと思っただけです。ということで、ホテルに到着、チェックイン。今日のお宿は、ウィーン中央駅の駅前にあるビジネスホテル、モーテル1。宿泊費もそこまで高くないですし、旧市街地にこだわらなければ、中央駅の駅前ということで、ウィーンで拠点にするには最高の立地ですね。乗り継ぎも成功、ホテルにも無事着いたところで、今回はここまでにしましょう。明日の行程ですが、ヒュッテルドルフ駅からスタートして、ウィーンの近郊エリアに乗っていく予定となっています。たくさんの乗り換えをしつつ、ウィーン周辺にあるいろんな路線に細かく乗る様子をお見せできると思うので、お楽しみに。それでは、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。